つもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は夏エギングのポイントを解説いたします。梅雨が明けたら秋までアオリイカのエギングは一時休憩というのが一般的なエギングアングラーの意見と思います。しかし実は春にアオリイカのエギングが成立するエリアであれば真夏でも十分にアオリイカが狙える可能性があります。秋と春とも若干異なる真夏のアオリイカ、夏アオリイカを釣るためのコツを解説いたします。最後までよろしくお願いいたします。重要なポイントは次の5つになります。プレッシャーが少ない、潮通しの良い場所、朝間詰め、夕間詰め、3号主体、ショートジャーク、中層1メートル。プレッシャーが少ないについて、夏のアオリイカを狙う真夏のエギングはオフシーズンのイメージもあり難しいと思われます。あまり超過情報も少なくなってくるため、そもそも釣れるのかと疑問を持たれている方もおられると思います。しかし実際は春のアオリイカの方がよほど神経質で気難しく、一杯に出会うまでの難易度もかなり高くなります。確かに春のアオリイカは大型が釣れることが魅力ですが、夏のアオリイカは数は釣れません。そして秋のエギングで狙う秋アオリイカは活性も高く釣りやすくなりますが、なかなか 500g を超えるような中型サイズを数狙うことは難しくなります。アオリイカは南方系のイカのため、水温が30度に近くても積極的に餌を追って活動することが可能です。夏のアオリイカはサイズも平均 500g から大きいものでは 1kg を超えるサイズも出ます。春よりも活性が高く、秋よりもサイズが良いという実に魅力的なシーズンになります。そして春、秋にはアングラーで混み合う釣り場も比較的空いているので、プレッシャーが少ない状態で釣りを楽しむことができます。潮通しの良い場所について、夏イカを狙う際、ポイント選びで重要なことは潮通しの良い場所です。磯の先端であったり、堤防の先端、島や沖磯など、潮目が頻繁に現れる場所が夏イカの回遊量、回遊頻度も多い好スポットとなります。また、深い場所だけでなく、水深の浅いシャローエリアのチェックも忘れないようにしましょう。夏イカは潮通しの良い深場で獲物を探し、疲れたら浅場で休むというパターンもあり、浅場にもイカが潜んでいる可能性があります。偏光グラスを使って水面下を観察すると、休んでいるイカを発見できるかもしれません。そして、アオリイカといえば、モイカと呼ばれるように、モバも好スポットになります。春のモバはホンダワラ、カジメといったスポットですが、夏場はアマモタイが有望なポイントとなります。朝間詰め、夕間詰めについて、夏アオリイカは潮が動いていれば日中でも狙えますが、真夏は気温も高く体への負担も大きくなります。無理して暑さが厳しい時間を狙うよりも、比較的涼しい朝間詰め、夕間詰めのアオリイカの活性が高まるタイミングが狙い目です。また、夜釣りもアオリイカ釣りにおいて良い釣果が出せる時間帯です。夜になると水温が下がり、アオリイカがより積極的に餌を追い始めます。また、夜釣りは暑い日中を避けることもできます。3号主体について、夏アオリイカを狙う際のエギのサイズは、春、秋よりも幅広いサイズを使用します。夏はアオリイカの餌となる小魚、ベイトのサイズもまばらなほか、釣れるサイズも小型から大型まで狙えるため、3号を主体にその場で釣れているアオリイカのサイズ、またはベイトのサイズに応じてエギのサイズを変えることが有効な手段です。また、イカの活性がとても高い時期なので、ラトル入りのエギを持っていると、音、プラス動きの波動で強くアピールできるため、真詰めの限られた時間に効率よくイカを誘い出すことができます。ショートジャーク、中層1メートルについて、夏場でも見えアオリイカを狙う際は、秋のサイトフィッシングと同じ要領で問題ないですが、水深のあるエリアで釣りをする場合、中層をメインに狙うと回遊してくる夏アオリイカと巡り合うチャンスが増えます。最初だけエギを着底させて、そこまで何秒かかるかを把握したら、次のキャストからはその半分のカウントからアクションを開始します。そしてショートジャークを主体に中層をキープすることで、キャストする回数も自然に増え、アオリイカと出会うチャンスも増えていきます。
アクション性能が高く、ダートアクションの得意な餌木が中走狙いに適しています。コツは2回から3回のショートジャークの後、1メートル沈むのにかかる秒数をカウント。3号だったら約1メートルあたり4秒、アクションを継続していきます。そうすることで比較的同じ泳走をキープし続けることが可能です。今回のまとめです。夏アオリイカのポイントを一気に見てみます。プレッシャーが少ない、潮通しの良い場所、朝マズメ、夕マズメ、3号主体、ショートジャーク、中走1メートル。今回は夏エギングの魅力や夏アオリイカを狙うためのコツを紹介いたしました。この機会に春や秋とはまた違った魅力がある真夏のエギングにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ここからはエギングの基本について復習いたします。まずはエギの色の選び方について解説していきます。エギングにおいてエギの色には様々な背中の色と下地の色があります。色の選択については多くの組み合わせがある中で、どんな状況でどんな背中や下地の色を使えばいいのか解説いたします。背中は潮の状況、下地は光の状況、この2つについて解説していきます。背中は潮の状況について、主なエギの背中の色は次のような種類があります。青、緑、黄色、オレンジ、ピンク、赤、紫。人間から見える色とイカから見える色は異なり、イカは白黒で見えているようです。青、緑、黄色は白、オレンジ、ピンクはグレー、赤、紫は黒。エギの色を選ぶ際は、イカが認識している色の白、グレー、黒の3つを考えることになります。潮の状況については、次の3つが挙げられます。潮がとても澄んでいるとき、天気がいいときは、エギが見えやすい状況になるため、ナチュラルな白系、青、緑、黄色。潮がやや濁っているとき、曇りや明るい夜は、エギがやや見えづらい状況になるため、中間的なグレー系、オレンジ、ピンク。潮がとても濁っているとき、深場や暗い夜はエギが見えづらい状況になるため、シルエットがはっきりとした黒系、赤、紫。背中の色は潮の透明度や天気、月明かりなどで選んでみましょう。下地は光の状況について、主なエギの下地の色は次のような種類があります。銀、金、赤、虹、マーブル、ケイムラ、夜光。下地は光の反射による影響を強調させたり、落ち着かせる効果があります。銀は昼間で天気がいい日など、潮が澄んでいる時に背中の色を明るくする効果があります。金は朝、夕のマズメや常夜灯など、やや明るい時に背中の色を目立たせない効果があります。赤はやや濁っている時、明るい夜など背中の色を強調させる効果があります。虹、マーブルはオールマイティで全ての状況においてやや効果があります。ケイムラは紫外線を受けて発色します。曇りなど太陽の光がないが紫外線が届いている状況の時に効果があります。夜光は光、紫外線を蓄えて自ら発光します。強い濁りや深場、暗い夜など水中に光が届かない時に効果があります。下地の色は昼間の太陽の明るさや夜の月明かりの状況で選んでみましょう。エギの色の選び方のまとめです。結局何を選んだらよいのか、シチュエーション別による6選をまとめてみました。昼間で明るい時、背中が青、緑、黄色、下地が銀。昼間で曇りの時、背中がオレンジ、ピンク、下地がケイムラ。朝、夕のマズメの時、背中がオレンジ、ピンク、下地が金。夜間で明るい時、背中が赤、紫、下地が赤。夜間で暗い時、背中が赤、紫、下地が夜光。すべての状況において、背中がオレンジ、ピンク、下地が虹、マーブル。潮が濁っている場合は、1段階暗めで使用するエギを選択するとカバーできます。
続いて、エギの号数とタイプを解説していきます。エギングで使用するエギのサイズや重さなどは、主に号数で呼ばれることが一般的です。その号数によって何が変わるのか、また、エギにはどのようなタイプがあるのか解説いたします。今回紹介する号数やタイプは、メーカーによって異なりますので、おおよその目安としてご活用ください。号数は長さと重さ、タイプは沈む速度、この2つについて解説していきます。号数は長さと重さについて解説いたします。エギのサイズは一般的に号数で呼ばれます。その号数によって長さや重さが異なります。メーカーによって若干違いはありますが、おおよその目安は次の通りです。エギのサイズで使用される号数は、1号あたり1寸、約 3.03cm となります。ここでは分かりやすくするために、1号あたりおよそ 3cm として進めさせていただきます。長さと重さにつきましては、エギのラインアイとカンナを除くサイズになります。エギにはこのようなサイズがあります。号数を一つ一つ解説すると比較が分かりにくいため一覧表で説明いたします。2号は長さ 6cm、重さ 5g、非イカなどの小さめのイカで活躍します。2.5 号は長さ 7.5cm、重さ 10g、秋のアオリイカ、新子サイズで活躍します。3号は長さ 9cm、重さ 15g、秋のアオリイカ、新子サイズで活躍します。春のアオリイカもベイト、小魚に合わせたり、エギの沈む速度を遅くしたい場合で活躍します。3.5 号は長さ 10.5cm、重さ 20g、エギの基準サイズになります。シーズン問わず活躍します。4号は長さ 12cm、重さ 25g、春のアオリイカ、親イカで活躍します。遠くに飛ばしたい時や風が強い場合に活躍します。4.5 号は長さ 13.5cm、重さ 30g、春のアオリイカ、親イカで特に大型のアオリイカで活躍します。しかし 4.5 号に対応したタックルが必要となります。タイプは沈む速度について解説いたします。エギの長さにつきましては、それぞれの号数による長さでほぼ一致していますが、重さにつきましては、基準となる重さを中心に軽かったり重かったりいろいろなエギがあります。エギの重さが異なる、いわゆるタイプ別にどのような場合で活躍するのか紹介していきます。タイプには主に次の4つが挙げられます。スーパーシャロータイプ、シャロータイプ、ベーシックタイプ、ディープタイプ。スーパーシャロータイプとは、水深3メートル程度までの浅場で活躍するタイプで、水深1メートルを8秒かけて沈み、同じ大きさのエギでも最も軽いエギになります。沈む速度が極めて遅く、ボトムに着底させずに、表層から中層を狙いたい場合に活躍します。シャロータイプとは、水深5メートル程度までの浅場で活躍するタイプで、水深1メートルを6秒かけて沈み、同じ大きさのエギでも比較的軽いエギになります。沈む速度が遅く、浅場や藻が多い場所など、水深がないところでもフォールの時間を少しでも長くとって、アオリイカにしっかりアピールすることができます。ベーシックタイプとは、水深5メートルから10メートル程度で活躍するタイプで、水深1メートルを 3.5 秒かけて沈み、エギの基準となる重さのエギになります。まずはベーシックタイプから始めて、状況に応じてシャロータイプかディープタイプか選択します。ディープタイプとは、水深10メートル以上の深場で活躍するタイプで、水深1メートルを 2.5 秒かけて沈み、同じ大きさのエギでも比較的重いエギになります。沈む速度が速く、水深や潮流があるところでもしっかりボトムを取ることができます。また、重さを生かし、飛距離を稼ぐこともできます。エギの号数とタイプのまとめです。これも結局、何を選んだらいいのかわからないため、シチュエーション別による6選をまとめてみました。エギには
色もたくさんある中で、サイズやタイプも合わせると何を選べばいいのかますますわからなくなると思います。ここではサイズとタイプ別の使用例を紹介いたします。まずは基本的に、春は 3.5 号のベーシックタイプ、秋は 3.0 号のベーシックタイプで大丈夫です。釣り方や場所、ポイントに慣れてきたら攻略の幅を広げるためにいろいろなサイズやタイプを選ぶことがいいと思います。サイズ別の使用例については次のようになります。春は親イカ狙いのため 3.5 号を中心に 3.0 号から4号。夏は親イカから新子まで幅が広く 3.0 号を中心に 2.5 号から 3.5 号。秋は新子狙いのため 3.0 号から始めて状況により軽めの 2.5 号にサイズダウンしていきます。冬は深場狙いのため 3.5 号を中心に状況により重めの 4.0 号にサイズアップしていきます。タイプ別の使用例につきましては次のようになります。浅く広がるジーソはスーパーシャロータイプ、沈み藻が見える場所はシャロータイプ、秋は浅場で成長を続ける新子狙いでシャロータイプ、堤防や防波堤はベーシックタイプ、漁船などが出入りする小規模な漁港はベーシックタイプ、流れが当たる深いジーソはベーシックタイプ、もしくはエギが流される場合はディープタイプ、大きなタンカーなどが出入りする大規模な漁港はディープタイプ、冬は水温が安定している深場狙いでディープタイプ。続いてエギングのしゃくり方を解説していきます。今回はエギングの誘い方、しゃくりについていろいろな方法がありますが、どのような時にどのような仕方を使えばいいのかなどを方法と使い方をまとめてみました。今回しゃくりとジャークについては訳せば同じ意味を持っているようですが、エギングで主に使用するテクニック名として紹介いたします。しゃくり、縦の動きで誘う。ジャーク、横の動きで誘う。つる引き、体力温存で誘う。ボトムステイ、放置で誘う。それではこの4つについて解説していきます。これからしゃくり方を解説する前に、そもそもエギのしゃくりとは何か見ていきましょう。エギを投げてエギを沈めた後、ロッドを大きく上に振ってエギを水中で高く跳ね上げるアクションのことをしゃくりと言います。諸説ある起源の一つに、エギは江戸時代から伝わる日本古来のルアーで、松明を燃やして漁に出ていた薩摩、現在の鹿児島県の漁師が焦げた松明を海の中に落としたところ、イカが焦げた松明に抱きついたことが始まりとされています。その松明をもっとよく釣れるように地域や環境に合わせて改良されたものが現在のエギの原点になります。ちなみに重り、シンカーには古銭、古いお金が付けられていました。昔は夜に船の上からエギを上下させて誘っていたり、岸からでも投げて巻くだけの釣りでした。ロッドやリールの性能、PE ラインの登場によりしゃくりのパターンが増えたことで、岸からのエギを使ったしゃくりのパターンが増え、現在のエギングとなっています。しゃくり、縦の動きで誘うについて解説いたします。しゃくりとは、ロッドを上下に動かし、エギを高く跳ね上げて、アオリイカに対して縦に広くアピールすることができます。沈める、フォール時間も長く作ることができるため、アオリイカがエギに抱きつく時間、当たりの時間を長く取ることができます。しゃくりには次のような方法があります。1段しゃくり、2段しゃくり、3段しゃくり。3段しゃくり以上のことを多段しゃくりとも言います。1段しゃくりとは、ロッドを大きく1回だけ上げる方法です。ロッドを下から上まで上げたり、途中で止めたり、しゃくりの大きさでエギを跳ね上げる高さも変わってきます。最も基本的な方法で、ボトム付近にいるアオリイカに対して効果的です。2段しゃくりとは、ロッドを2回上げる方法です。1回目にロッドを少し上げて一旦止めます。そして2回目を上まで連続で上げて、エギを2段階で跳ね上げます。1段目のしゃくりでエギの頭を上に傾けて、2段目のしゃくりで上げるため、エギを少しでも真上方向に跳ね上げたい時に効果的です。
3段しゃくり。多段しゃくりとは、ロットを3回以上上げる方法です。2段しゃくりの要領で、9時から12時までにロットを3回以上連続で上げて、エギを3段階以上で跳ね上げます。2段しゃくりよりもさらに真上に跳ね上げたいときに効果的です。ジャーク、横の動きで誘うについて解説いたします。ジャークとは、しゃくりが上に高く跳ね上げるのに対して、ジャークはエギをダート、左右に動かす方法です。煽りイカに対して横に広くアピールすることができます。煽りイカがつきやすい沈み根や障害物周りを丁寧にじっくり探るときに有効な方法です。特に好奇心旺盛な秋の煽りイカには効果があります。ジャークには次のような方法があります。ワンピッチジャーク、ハイピッチジャーク、スラッグジャーク。ワンピッチジャークとは、一段しゃくりを細かく行う方法です。小さいしゃくりの後にリールを1回転させて糸吹けを取り、また小さくしゃくりを入れてリールを巻く。これを繰り返し行います。エギが段階的に小さく跳ね上がっていくので、エギが煽りイカから逃げる小魚や甲殻類を演出したい場合に効果的です。ハイピッチジャークとは、ワンピッチジャークを素早く行う方法です。高速にしゃくることで、エギも素早く小刻みに跳ね上がり、広範囲にアピールしたいときに効果的です。スラッグジャークとは、ワンピッチジャークをラインスラッグ、糸吹けを出した状態で行う方法です。糸吹けがある状態でしゃくりやジャークを行う方法のため、あえて移動距離を抑えることができます。活性の低い煽りイカに対して効果的です。コンビネーションジャークとは、様々なしゃくりやジャークを組み合わせた方法です。擦れた煽りイカや警戒心の高い煽りイカに効果的です。つる引き、体力温存で誘うについて解説いたします。つる引きとは、エギをしゃくりやジャークなどはせずに着底させてそこをリールを巻いて這わせる方法です。PE ラインがまだない頃は、ずる引きの釣りが主流でした。そこをゆっくり動くエギは体力を温存するためにいかにして動かず大きな餌を食べるかを意識した春の煽りイカに効果的です。また安定した水温を求めてボトムに移動していく冬の煽りイカにも効果的です。ボトムステイ、放置で誘うについて解説いたします。ボトムステイとはエギをボトム、そこまで着底させてそのまま放置しておく方法です。潮の流れを利用してエギが流されたり、ゆらゆらとした動きができます。つる引きよりもさらに春の体力を温存したい煽りイカや冬のボトムに移動した煽りイカに効果的です。エギのしゃくり方のまとめです。煽りイカは鋭く動くものに興味を持ち、近づいて観察した後、不自然な動きをしていないと判断してから捕食に至る行動パターンを持っています。しゃくりやジャークで寄せてポールで食わせるという一連の流れをイメージしながら操作を行うのも超過アップに必要不可欠なポイントです。動かし方がちょっと特殊な釣りですが、予習してから釣り場で練習すれば釣り初心者の方でもすぐに釣れるようになります。ロッドで直接エギを引っ張らず、ラインを弾いてエギを動かすというイメージで超過アップを目指しましょう。春に産卵を行う煽りイカ、また春に生まれる煽りイカはその後どのような生涯を迎えるのか、煽りイカの一生を解説していきます。卵から帰って卵を産むまで、煽りイカの寿命は1年から長くても1年半程度と言われています。たった1年足らずで 1kg を超える成長スピードは大きな特徴でもあります。好奇心が強く捕食活動に積極的な煽りイカの一生を見ていきましょう。産卵期は地域により異なりますが、煽りイカの1年を解説いたします。煽りイカの寿命は水温にも関係し、周囲の温度が高いほど寿命が短く、体も小ぶりになる傾向があります。周囲の温度が低いと寿命が長く、体は大きくなる傾向にあります。四季がある日本の煽りイカは世界的に見ても大きい傾向にあります。煽りイカは水温によって大きく生活の場を変えるため、
毎年同じ場所で同じように釣れるわけではありません。特に黒潮が流れる太平洋側では南下してより水温が高いエリアへと移動していきます。水温はどちらかというと高水温を好む傾向にあります。低水温の時期は沿岸の水温も下がるため沖の深場へと移動していきます。水温が上がり始める3月以降は水温の上昇とともに産卵のため徐々に水深の浅いアマモなどの藻が生えている場所へと接岸していきます。水温が17度を超えてくる場所へ移動するため毎年産卵床となっている場所でも水温が低い場合は別の場所で産卵していきます。アマモなどの海藻類の成長も重要な要素になります。アマモは冬に種子から芽を出し、5月頃に花を咲かせて種子を落として枯れていきます。春から冬までの長い間、種子として海底で眠っているため、その間に海底に何らかの変化があれば、翌年に同じ場所で発芽することはありません。アオリイカの産卵は通常複数回行われます。産卵を終えたアオリイカはその後力尽きて一生を終えていきます。海藻などに産みつけられた卵は1ヶ月ほどで孵化します。大きくなるにつれて遊泳力がつき豊富な餌を求めて生まれ育った場所から回遊するようになります。生まれたアオリイカは数ミリで、この瞬間からメバルなどが狙っていたかのように生まれたてのアオリイカを捕食します。生存率は 1% 未満と言われています。無事に生き延びたアオリイカは群れを作り、甲殻類や小魚などの餌を食べて成長します。食べた餌の量や水温に大きく成長が左右されるため、秋には 300g から 1kg と個体差が大きくなってしまいます。そして秋から翌年の産卵する春までが一番の成長期となります。水温や餌の摂取量で大きく個体差が出ますが、産卵期には 200g ほどの個体でも親となって子孫を残すこともあります。そして力尽きて一生を終えていきます。今回の授業は以上となります。夏エギングのポイントがこの夏のエギングに少しでも参考になれば嬉しいです。Web3.0 時代に先駆けて Discord を使った新たな釣りコミュニティ、釣りシティを作っていました。釣り人が集まる仮想都市を目指しております。ジャンル問わず釣り好き同士で一つの街が作れたら楽しそうと思いやっています。登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますので、そこからお入りください。これから主流になると言われている Discord に興味がある方がいらっしゃいましたら、一緒に勉強していきましょう。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。